こんにちは、イブママです。今回は秋からこれまで動画でご紹介してきましたお花たちの今をダダダーっとお見せしたいと思います。目標は10分動画。今回字幕テロップがつけれませんでした。 YouTube の機能の字幕整えておきますので、お入り用の方はそちらからお願いいたします。耳が少しだけ不自由な私の友人も見てくれているので、いつもは頑張ってつけるんですけど、ごめんなさい、今回つけれませんでした。 YouTube の AI 翻訳いつもめちゃくちゃなんだけど、絶対整えておきますのでよろしくお願いいたします。ラインナップだけまずいきます。パンジー、ドラキュラ、摘心して植え付けの4ヶ月半の結果報告。オステオスペルマム、キララとヘリクリサム、コロロの冬の間毎日水やりをした今の様子。ビオラのフィオリーナ、ミルフル、マーガレット、ラナンキュラス、ラックス、普通のラナンキュラス、サイネリアのセネッティ、ガーデンマム、ラグランジア、ベビナエ、チョコレートコスモス、チョカモカ、ユーフォルビア、ダイヤモンドフロスト、ネメシア、カリブラコア、シャルウィーダンス、サフィニア、桃色ハート、ブルーモーメント、桜モコモコ、ロベリア、アズーロコンパクト、100円ロベリア、冬越ししたペチニアとカリブラコア。全部お伝えしたかしら。抜けてるかも、やれないかも。とにかくパパパーといきます。どうぞ皆さんご自宅のお花と比べてください。このチャンネルではガーデニングのお迷いのヒントをサクサクっとなるべく短時間編集してお届けしています。もしお役に立ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。高級パンジードラキュラ2苗買って、昨年11月20日左側摘心をして植え付けました。摘心をするとしょぼくなるという都市伝説が私の周りにはあったので、2つ一緒に植えました。そして2週間後、お花咲いてきました。そして1ヶ月後、私からすると予想外に摘心した方の株が大きくなったので、鉢を2つに分けました。これは2ヶ月後の様子です。これが3ヶ月目。上から見るとぎゅうぎゅうで立派な株になりました。お花を取って株を見る。丸裸ですね。横から見るとこんな感じ。茎がみつみつとスケスケ。4ヶ月目になりました。両方とも立派な株です。お花の色と大きさが違うので優劣はつけれないし、鑑賞の仕方好みにもよるとは思うのですが、私は摘心した方のお花見てて楽しいの。そしてこれが一昨日、4ヶ月と20日後、紫の方こぼれんばかりに大盛りに咲いています。黄色い方は徒長しちゃったので針金で茎を支えています。何度も言いますが、お花の色と大きさが違うので優劣はつけれませんが、ドキドキしながらやったドラキュラの摘心、なかなか面白い愉快な経過をたどりました。ちなみにこの鉢、可愛い形をしてますので小さく見えるんですが、8号サイズです。このクレールドリュンヌが7号、この白い鉢が6号サイズ、6、7、これ8号なんです。大きな鉢からこぼれるぐらい咲いているのは楽しいですね。ここまでの変化も面白いし、多分私は毎年カットしちゃうかな。以上、ドラキュラ摘心して植え付け実験、これが最終回です。なお、このシリーズ今までに4本出してます。いつもご視聴いただいてた皆さん、本当にありがとうございました。で、ちょっとここで針金取ってみました。編集途中の今朝の映像です。ふわっとしてて可愛いです。この子気になりませんか？おまけです。この綺麗なクレールドリュンヌ、見ているうちにね、また悪い癖が出てきちゃって、植え付けて3ヶ月目、絶好調のこの子を切り戻してみちゃったり、つぼみ取っちゃったり、なんちゃらやっちゃいました。これ切ってる時の映像ですけど、イブちゃん出してちょっとマイルドにならんかな。まずお花を取ってみたらこんな感じ。このお花、ふわっとした装飾が魅力なので、この茎がビヨヨンとなっているのはこれはこれでかっこいい姿なんですけど、茎がもっと密になったらどんなお花になるんだろう。で、中心のこの茎をカット。こうね。で、それではバランスが悪いので、周りの茎も鉢の縁でカット。お花取って、傷んでる葉っぱ取って、
茎もカットしてこうなりました。そしてここから1ヶ月後がこちら。8割ぐらいは戻ってるかな。切る前と比べてみます。どうですかね。でこれが今日です。切り戻して1ヶ月と20日。お花は倍ぐらいになった気がするんですけど、どうなんでしょうね。私はねやらない方が良かったなと思ってます。でもね、切り戻しが嫌いな私の友人がこれを見て来年絶対やるって言ってるから、まあ好みですね。ちなみにこのお花ローブド・アントワネットの品種改良、開花期がすごく長いです。ここからの変化またどこかでご紹介できたらなと思ってます。このふわふわが可愛いのにね。このお花佐藤園芸さんの品種改良。私マリー・アントワネットが好きで、今までの動画の中でマリー・アントワネットってつい口から言い間違えてる箇所が1個ありまして、大変申し訳ありませんでした。高級パンジーの切り戻し動画1本にちゃんとまとめたものを頑張って編集したいなと思ってます。はい、次です。絵になるスミレ11月の20日植え付け。これも比較実験です。左側摘心しました。そして今の様子がこちら。これもこの状態が最終形ではありませんが、摘心した方ぎゅうぎゅうでもりもりって感じかな。摘心しないそのまま植えた方はふわふわで可愛いです。最終形はまたどこかの動画でお見せします。そしてこれがドラキュラと絵になるスミレの成長点だけを土に乗せておいた挿し目。両方ともちょっと発根したところでポット上げをしました。もちろんペチペチもしました。そしてその1ヶ月と20日後の今の姿がこちら。絵になるスミレの方、お花2つ、つぼみ1個。ドラキュラさん、つぼみが今2つあります。またこの結果もどこかでお見せします。絶対この動画も10分では終わらないね。お母ちゃん省略ができないの。いや、ちぶちゃんこっから飛ばすから待っててね。いい子だね。はい、次です。毎日水やり実験をこっそりと参加させてもらってます。オステオスペルマムとヘリクリサムです。サントリーフラワーズ、キララとコロロですね。キャラクターが刺してある方が毎日水やり。昨年12月の6日スタートしました。植え付けてから1週間ぐらいはしまじろが刺さっている毎日水やりの方はどんどんと弱っていってしまいました。つぼみが垂れ下がり、お花の持ちが悪い。どんな資料を見たってオステオスペルマム乾かし気味に管理。特に冬場12月から2月は少量だけ与えるとわざわざ書いてあります。ところが現在の様子がこちら。明らかに毎日水やりをやった方が大きいですね。なんでなんだろう。いつか理由が分かった時にまたご報告させてもらいます。一つこの実験によって言えることは、オステオスペルマム真冬の水やりにおいてしっかり乾かし気味に管理という呪縛に神経質になる必要はないということは分かりました。真冬でも全然適当な水やりで OK ってことかな。でもジャブジャブ上げた方が大きくなりますよ。こちらヘリクリサム、サントリーフラワーズのコロロ、12月の6日実験スタートです。左側、毎日水やりをやっていく株ですが少し大きいですね。苗の時から大きいです。植え付けて5日後、1ヶ月と1週間後、2ヶ月と2週間後、若干毎日水やりドラちゃんの方が大きいですが、苗の時から大きかったのでこんなものだと思います。植え付けから2ヶ月と3週間、ほぼ変わりません。これによりヘリクリサムも冬場の水やりあまり神経質になる必要はないということが分かりました。しかしこの後春少し暖かくなってきた時に普通に水やりをしていた方が急に降ってきた冷たい雨に打たれたがため枯れてしまいました。もうここで実験は終了です。だけど色が違うお花と一緒に育てながら毎日水やりだけは続けていこうかなと思っていたんですけど、このラックスがコロロに事故を起こしました。
我が家は丘の上に立ってるんで、ちょっと強めに風が吹くだけで支えられなくなっちゃって、10号鉢なんだけど、もう本当に車に支えてもらったり、雨も風も弱いエリアに避難させたり、いろいろしてたんですけど、ちょっとの隙に倒れてしまって、このコロロさんが下敷きになり折れてしまいました。完全にここで実験終了です。ドラえもんさんお疲れ様、ありがとう。ついでにラナンキュラスとラナンキュラスラックス出しておきます。昨年咲いていたお花の球根を掘り上げて秋に植え付け、ここまで綺麗になりました。こちら普通のラナンキュラス、つぼみがいっぱいありますから、まだまだこれから咲きますね。ゴージャスで本当に好き。そしてこちらラナンキュラスラックス、大きくなりました。去年買ったお花の球根、そこから育ててます。前に育てた時は2年目でも7号ぐらいで育てたと思うんですけど、ここまで大きくならなかったんですよ。やっぱり10号鉢で育てると大きくなりますね。とっても目を引くし綺麗なんですが、大きくなりすぎました。我が家は南側何にもないので、丘の上に立ってて風が本当に強いんですよ。なので車が3台入るカーポートですら、もう風と雨でびちゃびちゃなんです。風に当たらないのはこのウッドデッキの奥のこのエリアだけ。急な雨風ちょっと目を離すともうすぐこれ。もう慣れちゃったから私も慌ててないですよね。撮影しちゃってるし、もう違う日なんて完全に折れて土下座しちゃってるし、養生して縛ったり曲がってしまった部分を手当てをして、また立って咲いてもらいます。でももう10号鉢動かすのもうしんどいな。こんなに綺麗なんですけどね。どうしようかな。私のエリアにはマッチしないかも。完全10分超えちゃってるじゃないですか。ややこしいのは終わったので、ここから本当にパパッといきます。ラグランジアベビーナエ、ユーフォルビアダイヤモンドフロスト、チョコレートコスモスチョカモカ、セネッティサイネリア、ガーデンマム、5品目一気にいきます。こちら植え付け直後の様子です。寄せ植えも作りました。当初作っていた寄せ植えのチョコレートコスモスを抜いてネメシアを入れました。ユーフォロビアの存在をこの動画作るまで忘れていました。あってよかったです。明日抜いて別植えをします。チョコレートコスモスチョカモカ、秋に摘心をして鉢植えしていたものと寄せ植えしていたのを一緒に地植えしました。枝数も多いしお花もいっぱい咲いてます。ラグランチアブラジルシャワー X に投稿なさっている方のご意見を伺って、これもやはり10号鉢以上でないと水切れが早そうだしひっくり返っちゃいそうなので花壇に入れました。サシ芽もその横に入れました。ガーデンマムジジシャインミックス、秋までこのまま、害虫だけ気をつけてあげます。サイネリアセネッティ、2月に一度切り戻しました。ここからの季節、満開に向けて気をつけていきましょうね。25度を超えそうだったら絶対日陰です。つぼみがいっぱいあります。気をつけていきますよ。ビオラのフィオリーナゴールド、スカイブルー、オーロラベルベットゴールド。これがフィオリーナの一族、親株4個と、あとは刺し芽。ネメシアもこれは刺し芽。フィオリーナ4色、アリッサムを入れた刺し芽の1鉢。これは成長点の刺し芽だけの寄せ植え。4ヶ月前の姿がこれ。ネメシアやビオラ、いつもなら捨てちゃう成長点を土に置いておいただけの寄せ植え。ずっと言ってる成長点刺し芽。面白いからやってみてほしいです。この春夏もやりますよ、成長点刺し芽。実験ですね。いろいろなお花から成長点を採取してきて、小さな穴をグリグリって開けて採取してきた成長点をポイッと置く。大切なのはその後土とこの成長点を圧着させることです。朝晩水やり、初めのうちはこうやって圧着。昨年末作ったビオラの成長点だけの刺し芽、ケーキをカットするように植えました。現在の様子がこちら。捨てる部分だけで作ったんですよ。サフィニアの成長点刺し芽作っておきます。刺し芽の話おしまい。ビオリーナ本当に育てやすいビオラです。一苗でこんなに大きくなっちゃう。親株これ全部8号鉢です。
フリル咲きビオラミルフル。エンジ色のミルフルは2月に切り戻してあります。アンティークフリル、小さく見えるようですが、これ7号鉢ですので結構大きいです。これはミルフルの刺し目全部ぶち込んだ寄せ鍋ミルフル。このノーマルフリルのイエロー、徒長していたので実験的にこの時期に切り戻しました。切り戻して1週間、気温が高くなったら枯れちゃう。その前に戻るかな、どうでしょうね。桃色ハートです。4つ鉢があります。一番大きい方、3月の13日一旦5号鉢に植え付け、4月の10日に植え替えています。この鉢は8号鉢です。3月の19日植え付け3つ、5号鉢、6号鉢、7号鉢、それぞれ植え付けました。初期の根張りの差がその後の成長にどう影響するかが見たいです。5月にも苗を購入する予定です。今年もいっぱいやります。ロベリアアズーロコンパクト、3月の19日一旦5号鉢に植え付けて、4月の10日8号鉢に植え替えました。摘心してあります。こちらは100円のロベリア、2月26日植え付け、そろそろ植え替えしなければなりません。8号鉢に入れる予定です。サフィニア新品種桜モコモコとブルーモーメント。桜モコモコ、左側成長点だけカット、右側摘心をがっつりしてます。ブルーモーメント、左側摘心、右側そのまま。この花成長早そうですね。カリブラコアシャルウィダンス、2月26日植え付け、両方とも摘心してあります。6号鉢です。お花の色で成長が違ってますね。ネメシアアロマンス、ネメシア寄せ植え。玄関を開けるとすぐに香ってくるネメシアアロマンス、2回目の満開を迎えました。右側はこの株の刺し目の株が満開になったら両方とももう一度切り戻します。ネメシアピンクレモネード、これも2度目の満開です。ネメシア寄せ植え、冬の間中とっても綺麗に咲いていました。3月になってからとっても弱ってしまい、切り戻しとかいろいろしたんですがダメでした。今はネメシア失ったままでも綺麗に咲いてます。冬越しのペチュニアカリブラコア、前がカリブラコア、後ろがペチュニア、こちら小梅ちゃん、つぼみがいっぱいなんですよね。カリブラコア、ミリオンベル、スーパーベル、冬越しですからね、株は大きいです。その後ろにあるのはアフレ咲きペチュニア、ラズベリージャム、ブルーベリージャム。最後になりましたマーガレット、ボンザマーガレット。マーガレットとってもたくさんありすぎてなんとなく写してますのでごめんなさい。めちゃめちゃ長い動画になってしまいました。いろんなこと言いすぎるのがいけませんね。それではこの子を切り戻す動画で締めくくりたいと思います。この動画がどなたかの参考になったら本当に幸せです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。失礼いたします。